でペッてやってまっすぐな目で見つめられることがあって、ネタじゃないよ、本物だよ。よく食べてよく寝ます。素晴らしい、はい、令嬢サスペンスファンタジーの決定版。最高の悪女とバディを組んで貴族社会の闇に挑んでいく、誰が黒幕かわからないハラハラドキドキ感が楽しめる作品だ。あのドラゴンクエストもウィザードリーに影響を受けたと言われている RPG の原点の一つなんだよ。ドリコムメディアアニメ化発表あり。ドリコムメディア新作発表会、イエーイ。皆さんこんばんは、岩見真中です。こんばんは、編集長です。はい、私たちが宣伝隊長を務めるドリコムメディア、普段のショート動画を飛び出してついに番組になりました。イエーイ。みんなショート動画見てくれてるのかな。おかげさまでドリノベルスは2周年、ドリコミックスは1周年を迎えました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ここいつもショート動画を撮っている部屋ではあるんですけど、見てください、豪華なセット。そう、壁もなんかおしゃれになってなんか打ちっぱなしみたいな感じになっていい感じですいいね。感じです。はい。そもそもなんですけど、見てくださってる方気になってると思うんですけど、編集長っていうのは動画のネタじゃなかったんですね。ネタじゃないよ、本物だよ。今日は編集長は本物ですっていうところを見せていきたいと思っています。はい、本当にお偉いさんでいらっしゃいます。かな？ということで、いや本当にいつも編集長は素敵な柄のシャツを着てらっしゃるんですけど、ありがとうございます。今日はなんだか初めて見る柄のお衣装ですね。そうなんです。記念すべき長尺会に合わせて新しく新調してまいりました。私。特別感がありますね。ありがとうございます。なんか買うときにラスト一着だったみたいな。そうなんですよ。前からちょっと欲しいなと思ってた柄だったんですけど、もうずっと在庫なしみたいな感じだったんですけど、ちょうど先週に在庫が一瞬復活して、これは帰ってことかみたいな感じでポチッとしてギリギリ収録の直前に届いたみたいな感じで、すごいもうご縁を感じますね。感じますね。今日のために待っててくれたんです。待っててくれた。福側も。そうですね。切ろと、まあ待てと、今切ろみたいなそういう感じですね。いや素敵です。ありがとうございます。普段はですね、たくさんショート動画を投稿してるんですけど、印象に残ってる動画とかありましたか？やっぱり会社の中をめちゃくちゃ走り回させられた動画が一番かなというイメージですね。本当に編集長は編集長なんですけど、一番体張ってくれてますよね。一生懸命チャレンジされるお姿をいつもこう刺激を受けておりますけど、岩見さん的に何か印象に残ってる回っていうのは？私は本当に編集長のスキップが忘れられなくて、一人でぐるぐる回ってるやつ、はい、あれはもう大好きですね。ありがとうございます。スキップした回があったというものですね。そんな感じで普段は短編なんですけど、今回は長尺の収録ということで初めてですけど、どうですか？めちゃくちゃ緊張しています。いやもう一緒に動画を盛り上げて、はい、後に続いていくようにね、はい、今回盛り上げていきたいと思いますので、ありがとうございます。頑張りましょう。頑張ります。頑張りましょう。はい、それでは番組スタートです。最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。ドリコムメディア、最初の作品はこちらです。魔物使いの娘、緑の瞳の少女。はい、編集長、この作品をズバリ一言でお願いします。ズバリ、悪いのは人か魔物か。人か魔物か。この作品は応募総数3487作品の頂点に輝いた第2回ドリコムメディア大賞の大賞受賞作品なんだ。最終選考委員が満場一致で大賞に選出した超期待作です。ドリノベルスから12月10日発売。こんな最終選考委員が満場一致っていうすごく期待大な作品だと思うんですけど、内容はどんな感じの作品なんですか？魔物使いの娘っていうタイトルにもある通り、魔物が関わってくるお話で、当然ファンタジー作品ってことになるんだけど、この魔物が起こす事件っていうのが人間側に原因があることが多くって、主人公たちは魔物とコミュニケーションを取りながら問題を解決していくっていうちょっと新しい切り口の作品になっているんだ。作品の挿絵は86や竜王のお仕事を手掛ける有名イラストレーターの白木先生が担当している。ということで岩見さん、ここで新しいお知らせがあるよね。はい、本日初解禁となります魔物使いの娘の PV ボイスドラマに、なんと私岩見真中がヒロインのリン役として出演させていただきます。やったー、ありがとうございます。嬉しい。ちなみにリーンは超絶美少女っていうキャラクターなんだけど、
無邪気で横暴で、その性格はわがまま。欲求に素直で、よく食べ早めに寝て遅めに起きる。岩見さん、その辺共感できるところとかある？はい、よく食べてよく寝ます。素晴らしい、はい、ちなみにリーンは魔物使いの娘っていうぐらいですから、魔物に対して絶対的な支配権を持ってて、世界で彼女だけが無条件で魔物と意思の疎通ができて触れ合うことができるんだ。岩見さんは猫を飼っているってお話を聞いたんだけど、飼い猫と意思疎通ができるようになったら何をしたい？そうですね。なんか要求何でも答えてあげたいなって思いますね。でも全然猫の言葉わかんないですけど、一個だけわかるものがあって、それは猫ちゃんがお気に入りのおもちゃがあるんですけど、前足でペッてやって、まっすぐな目で見つめられることがあって、それだけは遊んでってことだなって唯一理解できる猫語ですね。いいですね。はい、ということでですね、私の話になってしまったんですけど、魔物使いの娘、緑の瞳の少女はドリノベルスより12月10日発売です。私が出演する PV ボイスドラマの続報にもご期待ください。ドリコムメディア、続いてはこちらの作品です。エリスの聖杯。編集長、作品の紹介をお願いします。シリーズ累計100万部突破、エリスの聖杯をドリノベルスから装い新たに第1から5巻まで同時発売します。100万部、いやすごいですね。編集長、そんな作品をズバリ一言でお願いします。令嬢サスペンスファンタジーの決定版。なんかすごいかっこいい、いろんな要素もりもりな感じですけど、この作品はどんな感じの内容になってますか？この作品は地味で平凡な女の子が最高の悪女とバディを組んで貴族社会の闇に挑んでいく、誰が黒幕かわからないハラハラドキドキ感が楽しめる作品だ。面白そうですね。ちなみに岩見さんは、この中の誰が黒幕だと思う？いや、めちゃくちゃ人数多いですね。わかるわけないじゃないですか。それはですね、発売後のお楽しみにとっておきたいと思います。今回特装版もあるとか。そうなんだよ。この総勢52人のキャラクターたちが書かれた特装版ボックスも同時発売します。詳しくはエリスの聖杯の公式サイトをチェックしてね。さらに漫画アプリ漫画アップでコミカライズも好評連載中です。コミック版エリスの聖杯は最新第11巻がノベルスと同日に発売となります。そしてコニーとスカーレットのもう一つの物語、エリスの聖杯 S が無料漫画サイトドリコミックスにて連載スタートしました。はい、こちらも合わせてチェックよろしくお願いします。でもここまではもうすでに発表されている情報ですよね。もちろん最新情報を持ってきたよ。ではこちらの映像をご覧ください。貴様ら全員呪われるがいい。彼女はなぜ処刑されたのか、そこには国家を揺るがす陰謀が隠されていた。誰か助けて。いいわよ、助けてあげる。助けてあげたのだから嫌とは言わせないわよ。お前のこれからの人生をかけて私の復讐を成功させなさい。エリスの聖杯アニメ化決定。ということでエリスの聖杯アニメ化決定です。ありがとうございます。やったー。しかもなんとドリコムから初のアニメ化作品ということになります。そしてキャストさんはコニー役を一ノ瀬かなさん、スカーレット役を鈴代さゆみさんが担当されます。この作品は編集長としてはどういう点にこだわってアニメ化を進められているんですか？先ほどお見せしたように50人以上のキャラクターが出てくるような非常にたくさんの人物が出てくるお話なんだけど、やっぱり基本となるのは主人公である平凡な試着令嬢のコニーと希代の悪女の亡霊であるスカーレット、この2人の物語っていうのが大きいところなんだ。なのでアニメ化に関してもこの2人を中心に据えて2人の物語というところに重点を置いて進めているよ。どんなアニメになるのか気になりますね。はい、エリスの聖杯アニメの続報にご期待ください。よろしくお願いします。ドリコムメディア
最後の作品です。まずはこちらをご覧ください。グレイド&バスタードアニメ化決定です。はい、編集長、バトルものですか。いや、もうダークな世界観が本当にかっこいいですね。そしてこのタッグを見てほしいんだけど、はい、ゴブリンスレイヤーの影生雲先生、はい、オーバーロードのソービン先生、ダークファンタジーの要素が凝縮されたような2人なんだ。いや、本当ですね。もうまさにダークファンタジーといえばなお二人ですね。じゃあ編集長、この作品を一言でお願いします。ズバリダンジョンに挑む者たちの冒険参加。その心は？基本的には蘇生という概念があるゲーム的な世界なんだけど、蘇生に失敗してしまうと完全にこの世から消えてしまうというリスクのある世界観の物語なんだけど、主人公のイアルマスはそういった死のリスクがあってもどんどん迷宮に挑んでいくと、そういうお話なんだね。ちなみにヒロインの名前がタンパンガーベージっていうのが結構衝撃的なんですけど。そうだね、これにも設定があって、いわゆるキャラバンが怪物たちに襲われた時にただ一人だけ生き残った、それがこのガーベージなんだ。なので怪物の食べ残し、必ず生き残ってくる唯一の人間っていう意味でガーベージって呼ばれてるんだね。ああ、そういうことなんですね。ちなみにこの作品、実はウィザードリーっていう超世界的に大ヒットしたシリーズの世界観をベースにした作品なんだ。なんか聞いたことあります。ドラゴンクエストもウィザードリーに影響を受けたと言われている RPG の原点の一つなんだよ。もちろんこのゲームを知らなくてもブレバスは面白いから。そしてここで耳寄りなウィザードリー情報を一つ。最新作ウィザードリーバリアンツダフネがリリースされました。みんなダウンロードして遊んでね。はい、まさかの突然の告知でしたけど、他にもお知らせが。そうですね、現在小説の方は第4巻まで好評発売中です。ちなみにこんなにたくさんの言語で翻訳されてるよ。すごい、こんなに。コミカライズ最新第4巻は10月25日発売です。無料漫画サイトドリコミックスで連載中なので、最新話が気になる方はこちらもチェックしてくださいね。グレイド&バスタードの続報にご期待ください。よろしくお願いします。ドリコムメディアというわけで盛りだくさんでお届けしてきました。ドリコムメディア新作発表会、お楽しみいただけたでしょうか。エリスの聖杯とグレイド&バスタード、レーベルが立ち上がって2年ですよね。アニメ化が2つもって結構早くないですか？そうだね、編集長頑張ったんだよ。みんなに作品を届けたくてね。本当にすごいことだと思います。最後にですね、そんな頑張ってくださった編集長から一番大きな発表があるとのことで、いいですか？発表していただいても。じゃあちょっとこの場を借りて、ちょっと発表させていただきます。今日のために新調したこのアロハ、お値段なんと27,500円でした。自腹で、こんなに貢献してるのに自腹で。全然まさかの切り口の発表すぎたんですけど、この番組以上で、これだけはお伝えしたかったんで、すいません。バイバーイ。バイバーイ。